いや本当いよいよファイナルシーズンですね。以前何かのインタビューを受けさせていただいた時に勝手になんか「進撃の巨人」は自分のそのライフワークみたいな形でなぜか一生エレンを演じさせていただけるものだと勝手に錯覚していたんです。もうそれが当たり前のようになってしまっていて、アニメ本編だけじゃなくていろんなゲームだったりコラボ企画だったり本当にこう1年間通していろんなタイミングでエレンを演じさせていただいてきたので、もう当たり前になっていたんですね。それがこういよいよファイナルシーズン、ファイナルってつく最終章に突入するんだなっていうのがやっぱり感慨深さもあるんですけど、すごい寂しい気持ちがありますね。ただずっと続けられる物語ではないですし、その戦いを終わらせようとエレンたちは戦っているので、どんな形であれその戦いに終止符が打たれるっていうのは一つの作品としてとてもこう誇らしいことというか、自分も一読者視聴者作品ファンとして、その最後の時をこう一緒に迎えられるっていうのはそういう意味での喜びはありますね。なかなかこう何を話そうとしてもいわゆるネタバレになってしまうようなところがあるので難しくはあるんですけれども、原作お読みの方はこの先の展開のことをご存知だと思いますし、僕もねあれはシーズン2の時ですかね、ライナー・ベルトルトたちが裏切り者である、自分たちの任務のために、エレンたち、訓練兵調査兵、の中に入って、作戦をこう遂行すべく一緒にいた仲間だと思っていたのに、その衝撃があった時、先の展開を知りすぎること、原作を予習しすぎることっていうのはエレンを演じる上では良くないのかもしれないなと思ってから、先を読むのを少し考えるようになってしまって、知ることを。ただここからの展開において、エレンは知っておくべきだなっていうことをすごく感じて、僕も今最新話まで、先の状況を把握している状態です。辛いです今までも本当に厳しいシーンばかりでしたけど、それとはまた違う形で、もしくはエレンを演じる自分にとっては比にならないぐらい辛い物語が展開しております。で、前回ずっと海を目指してエレンはアルミン・ミカサたちと一緒に、生きてきた戦ってきたわけですが、その一つの目標であった海に到達した時のエレンの表情だったり心情、そこからの4年です。本当正直ね、作品、先の展開を知らない方、もしくは「進撃の巨人」のこうざっくりとしたイメージを持たれてる方がファイナルシーズンを、特に冒頭ですかね、ご覧いただいた時に違う作品が始まったんじゃないかなっていうぐらい新しい、世界観のもと物語はスタートしていきます。そのぐらい今までと違ってまさにこう壁の外、海を渡って広い世界に出た中でどのように物語が展開していくか、その中におけるエレン、どういう立ち振る舞いをするのか、どういう思想のもとに生きて戦っていくのかっていうところ、そのあたりが大事かなと思って、役作りさせていただいております。今どの現場もそうですけれど、このコロナ禍
において、感染症対策っていうものを徹底した中でアフレコが行われています。本来であればそのエピソードに登場するキャスト全員同じ場所にブースに揃って、収録をする、その空気を感じながらお芝居をするっていうのがこの日本の声優の現場ならではの、それだからこそ出てくるお芝居表現、かなと思うんですけれども、なかなか難しい中でもスタッフさんがすごくいろいろ準備してくださる中で、3人もしくは4人っていう限られた人数の中で、いろんな時間に区切って、収録しているような状況です。なので僕たちは今まで、シーズン3までやってきたその「進撃の巨人」の空気っていうのを自分たちでしっかり気持ちとしても作って現場に向き合っているような形です。今回、新しいキャストをたくさん合流して、また新たな展開を迎えていくわけですけれども、僕も初めて現場に行った時は、まさに違う現場、彼らのいる場所が違う世界なので、僕も本当に違う現場に来たかのような感覚がありましたね、最初は。そして PV をねご覧いただいている皆さんはお分かりかと思いますが、新しいキャラクターはもちろん新しい巨人も登場しております。そこで花江くんやさくらさんをはじめとする新キャストの皆さんが熱のこもったお芝居をしてくださっていて、そこで僕も新たに感じること、負けじとぶつかっていく部分っていうものがすごくあります。今までの「進撃の巨人」の現場の空気っていうのを維持しつつも、また新しい雰囲気の中でアフレコは進んでいるような気がしますね。早くもっとお芝居でぶつかりたいなと思います。ただ違う空気感だからこそ醸し出される、もの、魅力というのもあるんじゃないかなと思うので、それは皆さんご自身のその目と耳で、ご覧いただいてから感じていただけるものかなと思います。ファイナルシーズン間もなく放送スタートします。今までもう7年8年ぐらいにわたって「進撃の巨人」そしてエレン・イェーガーという役と一緒に生きてきました。前回のシーズン3から4年、作中の中で4年が経過しているというところで、エレン自身の肉体であったり精神状態っていうのもだいぶ変化している部分があります。今までのエレンとの向き合い方とは表現の仕方とは少し変わる部分があるかと思います。それは原作を読んでこのエレン自分にどう務まるかな、どう演じていったらいいのかなっていうのは長い時間をかけて、考えてきたところでもあります。そのエレンの姿っていうものを皆さんに早くご覧いただきたいなとも思いますし、ご覧いただいた上で苦しい思いをされる方もいらっしゃるかなと思いますが、それも「進撃の巨人」の一つの醍醐味魅力かなと感じておりますので、一緒に楽しいだけではなく苦しみつつもそこに生きる人間たちの物語っていうものを世界に浸って体感していただければなと思っております。間もなく放送スタートします。進撃の巨人ファイナルシーズン、いよいよ12月6日日曜日24時10分から NHK 総合にて放送スタートします。今までもきっと見守ってきていただいたかと思いますけれども、これから先苦しい展開続きますけれども、エレンたちと一緒に、この世界の行く末、どうか戦い抜いていただければなと思います。どうぞよろしくお願いいたします。